突っ込む時手を口元に添えがち。これやるわ。俺突っ込む時このカメラ目が近くなる。愛が深い。大悟くんに会えてよかったみたいな。それ何回言うたって。続きまして流星参りましょう。流星。前回流星あるあるはですね、っていう時ってこうなりがち。おいすぐ大丈夫そうっていう。カバンの中身めっちゃ入ってるんっていうぐらいパンパン。リュックの中身がなぜだいたい髪の毛上げてる。たまに低い声のおっさんが出てくると。いいですか僕。はいもう出ました。めっちゃがめっちゃになってる。いいでしょうね。めっちゃおろ。めっちゃうまい。でもこれ承知しましたと一緒だから多分癖づいと思う。マネージャーさんが言い始めて、エセ関西弁で言い始めたから、逆にエセ関西弁みたいな感じで。はい。助手席に乗ってる。あるある。いやバレるやん。これやが言いたいんですよ。バレるやん。これやん。助手席乗ってるやろ。でバレると思ったら助手席一番下までグーッと下げる。それなんで助手席に乗りたい？やっぱ後ろってもう視界が真っ暗なわけや。そんな真っ暗な状態は嫌やからもう景色とか見れるし、ドライブしてる感覚かな。なるほどね。はい。最近何々さんって言いがち。ありがとう作った名前をね。めちゃくちゃアルミホイルに包まれたおにぎりも。高速やってみてる。だってちょっとでもあったかい状態でいたい。これちょっと料理系。はい。お好み焼きみたいなパンケーキ。なあ前を出したく出ましたね。こちらに今出てます。あれもう完全お好み焼きやろ。はい、これはまあありがたいね。もうお世話になってますって感じですけど、休憩時間はだいたい会議。これはね、インスタでやったり、グッズとかね、そういう会議してくれてますから。ありがたいね。ありがたいね。はい。恭平。親友マネージャー。確かにね。はい。みち。突っ込む時手を口元に添えがち。やるわ。俺突っ込む時このカメラ目が近くなる。そうやね。何々やるかやってるわ。はい。ハス。セットアップ大好き。オーバーオールとかも最近来てるよ。来てるよな。可愛い。楽ちんやねんな選ぶ時。流星がパーカーとスウェットでグレーで来た時、うわなんかちょっと変わったな。なんかファッションのね感覚とかセンスというか。はい。ハス。まあマネージャーの話いっぱい出ましたけども、リュウチェのメイクポーチより K マネージャーのメイクポーチの方が大きい。そうだ。流星とやっぱメイクの話とかが合うっていうので一緒に買ったりしてるらしいよ。じゃあ出揃いましたかね。さあこの中で流星ベスト。いやもうこれは仕方ないですね。助手席に乗ってる。おーということでベスト流星あるあるは助手席に乗ってるでした。初めて言うかも。せやな。俺街中仕掛けたことあるもん。流星君ここおるやろって来てと思ったら助手席乗ってた。気ぃつけやほんま。大丈夫。そのうちなんか通道とかも車になってる。続きまして恭平あるあるです。前回見てみましょう。ちょっといじられたらチャンスよっていう最近服が白い。あったね。ハマっている曲何回も流してるし、リハ前にコンビニで3色団子ヨーグルト焼き鳥。朝早かったら8とポテト2個買ってくる。困ったら祇園。めっちゃ芸能人オーラ出す。でちょうど多分ツアー中とか。ツアー中やなあれな。サングラスして。サングラスキャップで。さあ恭平あるある考えていきましょう。はい。バッテリー持ってるって言い過ぎ。あるある。たまにさ朝一からバッテリーも入ってる。自分でしてこいよ。なんでないよそんなに。ちょっと俺そんなケントがあはは笑ったんこちら最近手ぶらがかっこいいと思って。あるある。あるあるやんな。お前ね今日なんかみんなにお前今日手ぶらは
撮りましたよって言ってからなんかもうマジ最近手ぶらやんな。ほんでマネージャーさんに携帯とめちゃくちゃちっちゃい財布だけ持っといたやつ。手ぶらがいいんや。今最近はスーパーの袋に財布とかいろいろ入れてなんかバッグこだわってそうやのにな。持ち歩いてるね。はいリハ前にコンビニで3色団子ヨーグルトサラダになって健康考え始めた。結構考えな緑入れてるじゃん。スマホ開きながら寝る。だかあー、わかる。ら充電なくなる。ほんまや。ほんでゲームしながら寝るな悟空がいつも必殺技で止まってはい首に稲妻がある稲妻のネックレスをあー、最近ね。あれは田中樹君でいただいた。あー、いいね。はい。まあこれちょっと言い方語弊があるかもしれないですけど、ダンス曲のリハの際30分で心折れる。難しいもうこんな感じ。なってるけどなんか全部すっぽ抜けるみたいな嫌な感じあ、が。なるほどね。じゃあはい最近やねんけどちょこちょこメッシュ増やしてくるあー、確かに。増やしたって言ってて次も増やす言ってたり、どれぐらい増やしていくんやろうなって全部一色になるやんと思っちゃうんですよなんかちょっとそれに似た感じやね。あいいよブーム過ぎ去るの早いね。キックボクシングとかもそうやし、なんかプロテイン飲んでる時期とか、あとなペット飼う詐欺もあったよな、なんか。爪買うぜ。そう結局飼わずに。めっちゃ見てた時期だった。いいっすか？右だけ筋肉あるの自信あるのか、右だけ袖をなくして。あるあるやるわ俺。こっちや右だけずっと袖まくって。今出てる出てるな。出てるわ。はい、これはね、まあ、うつうつ気づいてる人もいると思います。この愛が深い、これなんですけど、彼、一緒にカラオケ行ったりすると、替え歌で僕の名前とか入れてくるんですよ。大悟くんに会えてよかったみたいな。なんか替え歌して、後ろ回りした。待って秒で後ろ追ってんけど。レンと俺と恭平で3人でカラオケ行った時があって、で久しぶりに2年ぶりにレンと飲むみたいな、めっちゃテンション上がってて、でだからレンとかも一緒に歌おうやみたいな。全部その「君」とかの歌詞あるやん、全部レンに書いて、で「あなた」とかで大悟になんねん。そうそうでも俺ながら俺で変えるセンスあると思う。愛が深い。愛が深い。ちょっと似てる。おちょっと似てるかもしれないですけど、寝坊しが。言ったうわー言った眠りが深いなと。今日ケントがボソッとタイミングで行こうかみたいな。似てんな。タイミングで。多分どっかで来るんじゃないかな。愛が深いな後に落としてきた。はい。YouTube の撮影直前にカップラーメン作りがち。ある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 。あと5分ですって言われて作り始めて3分で作って2分で食べるとか言い出すの。でオープニング終わってからすぐでもやっぱり嬉しかった。愛が深いですね。おお。ということでベスト恭平あるあるは愛が深いです。まあでもね、愛も深いし眠りも深い。眠りも深いですからね。気をつけていきましょう。続きましてジョーク。はい。前回のジョークのあるあるを見ていきましょう。服がダサい。スタンドやばない。後輩から服もらおうとしがち。今でもそうやなツッコミでこれ地域性でルールにハマってる。あ、言ったね。何かとプロ野球選手で例えがち。じゃがいもデーの話こすりがち。メンバーからのわからん待ちがち。先輩と思っていた人が大体ジョークの後輩。夏日焼けやばい。甲子園だな。なんか半分ぐらいもう野球やもんな。野球やね。さあ、それでは新しいジョークあるある考えていきましょう。はい。はい。よっ。人の服ノースリーブにしてくる。これはどういうことですか？これはマジでダンスのリハーサル中になんかジョークの中でノースリーブがハマってる。夏シーズンになる。そう夏シーズンになったらハマってて、でその時にジョークがノースリーブ着てて、俺の服をちょっ
と破いてくるんですよ。破いてくんの。ちょっとこっち来てっつってビリって破いてまあまあ破ってやばかったよ。逆に横から見てへそ見えるんちゃうか。もうで片方だけだとあれやからこっちもやらしてみたいな。その場でおしゃれを作りたいみたいな。あ、だからおソロのノースリーブくれたの。あ、あげた。はい、まあこれ1月とかの話かな。1月からも3月ぐらいまでの話ですね。オーストラリアから帰ってきてから英語で話そうとする。もうなんかオーストラリアね。何日って2泊5日。半分飛行機。はいはい。おしゃれ語るとき、お前拾えよの目線俺に。嫌やなそうなんや。お前今日おしゃれ番長に突っ込むらしいんや。もうだって体がこっち向いてたもん。その場でおしゃれを作りたいみたいな。あった。あとあるわ。あとこれめっちゃはずいな。嫌やなそれは。はず。はい。ペンディングの撮影から帰ってきた時車が汚れてる。いや、あるあるやな。次回とか言ってる次から。回から帰ってきたらな。はい、続いて、何かと怖がり。お化け屋敷も怖がること多いし、この前のね、大悟がね、映画も怖がってたから。はい。姉ちゃんのイントネーション独特。お姉ちゃん。姉ちゃん。姉ちゃん。だから関西弁なんだな、姉ちゃん。はい。プリントシール取りたがり。あるある。加工とかね、バーッとそれですね。個人で撮ったことあるのはケントとミッチ。はい。野球の人って覚えられがち。あー、確かに。めちゃくちゃ。なにわ男子の野球の人やろみたいな。それこそ俺ら3人でさソフトバンクさんの始球式行った時に、ちょっと対戦相手がロッテさんだったんですよ、で佐々木朗希選手にたまたまお会いしてた時に「あれ今日野球の人いないっすか?」って言われてた。そう、知られてる。野球の人覚えられてる。めっちゃ嬉しい。これジョー君すごくいいことです。企画に本気っていうのはこの間機械島のホラーのやつあったじゃないですか。でコスプレしたじゃないですか。あの時ジョー君清水監督の格好してるじゃないですか。あれシャツの写真めっちゃ送られてきて、この中でどれが似てるみたいなどれがいいみたいな。送ってきて。そう送ってきて、帽子とかもどれがいいみたいな。全部聞いてくるからめっちゃ本気やん。この好きやでもう。一企画でも本気でやるこの姿勢素晴らしいなと思いまして。はい。俺の誕生日プレゼント毎回いろんなアニメのコスプレ渡してる。確かにある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 。今年何やったっけ？今年はあ、サトシ。今年今年このちょっと前があれや。ドクターストーン。ドクターストーンの千空ね。そう。共演は絶対前決まってんねんな。もうコスプレ渡されるんじゃないか。ちょっと次来てほしいよ。それはいローソン行くと店内アナウンスで毎回おる。ああれマジでさせていただいてます。じゃあ僕いきます。はい。バラエティ番組で、多分ジョー君昨日見て面白かったよな。お前、あれ見たって言って、いや、見てない。見てないんって当たり前かのように返してくる。絶対ジョー君と同じ番組全員見てるわけちゃうからな。いや、お前見てるやろっていうやつ。テンションでいっちゃうね。はい。これちょっと西畑あるあるにちょっと偏っちゃってるかもしれないですけど、なぜかわからないですけどジョー君が泣いてたら泣ける。でも大悟、これなんでなんやろ。アップデの企画の実況とかももうやっぱほど涙出てきたし。確かにあの回な、俺が泣くはずのところ大悟さっき泣いてた俺がうるうる来てると思ったら横で大悟はい、いやこれちゃんみんなまだ分かってないんちゃうかな、僕がちょっとよくこう写真見るからかもしれないですけど、雑誌の時5回に1回は口開けてる。表情で笑顔する時にこうやってやるとあ、そうなんや。めっちゃ開ける。熱いやん。俺のが先、俺のが先。いや、俺のが先。俺のが先。俺のが先。こんなん続きで言っていい？雑誌で何かと大橋の話してる。あれちょっと待って。結構さ、俺ラ何イターさん聞くのよ。何の話してましたとか俺よく聞くねんけど、あ、大橋君の話してましたよって多いの。うわ。ネタ提供が多いわけよ。雑誌のところなんかちょっとおかしいな。うそやん。ザがそれ殺す時の字やわ。あー、怖いな。また野球関連なんですけど、WBC の期間鬼忙しい。あー、確かにね。ありがとうございます。野球関連の番組なんか10本撮りぐらいしてなかった。いや、そうですね。テレ朝さんでバイブルっていうのがありまして、古田さんとかと一緒にしてくれるやつ、1日でもめちゃくちゃ撮ってましたね。すごいね。すげえ。じゃあ、ジョー君、真ん中から、藤原丈一郎、あるある選んでください。何やろな、これ。いや、ありがたいこと野球関連もあるけど、俺が一番、うわ
恥ずかしいけどあるあるやわっていうのは、おしゃれ語るときお前ヒロエの目線をケントに送る。はい、ということでベストジョークあるあるはおしゃれを語るときお前ヒロエの目線でケントを見るでした。注目してみてください。さあラストハッスあるある参りましょう。じゃあ前回見てみましょうか。仕事の前に焼肉食べがち、話の最後にハンって笑う、車乗ったらあと何分で着きますって絶対聞く、車乗ったらまだ開けていいですかって絶対聞く、レギュラー番組でまた呼んでくださいハンっていう、髪の毛染めたっていうけどそこまで変わっていないじゃあハッスあるある考えていきますか。オッケマネージャーさんによく自営業してる。ー。あ、そうやな。そう、メンバーの分も含めてこういうのやりたいです、こういうメンバーにはこういうのが合ってるんですっていうのをよく言ってくれるからもう俺奥いらんから俺奥ほんまいらんねんってほんまに奥なかったらちょっと待ってるから最近寒暖差激しいからですかね、いつもより声ガサガサなんか最近ほんまに朝の声とかやばいよな。俺やっぱ尊敬してるから気づくことなんやろな。大橋くんがよく持ってる黒のバッグ、ちょっとアニメ状になってる、実は2サイズ持ってる。そうだ持ってるわ。気づいてなかった。そうなんや。俺今日決めない。はい、これは皆さんも経験あると思うんですけど、大橋さん、生放送何かやるあーあるある。一番新しいなにわ祭りでこうカンペが出てたじゃないですか、でその時に一人ずつ言うねんけど、多分ミッチー言ってから大橋言うねんけど、ミッチー言う前に「はっ!」うっせやそれ言ってた。俺とケントそれ聞いて爆笑してる。24時間怖いってそうなったらいけるいける、24時間は大丈夫。エビデンスはいはい仕事中とかに急に笑うと目が細くなることに本気で悩む昨日は特になんですけど、急に写真撮影とかしてたり動画撮影してる時にちょっと待って俺目細なってないモニター見ながらねでみんなに笑う伝授してもらったやんな。みんなで教えたのどんなんやったっけ怖いトイストーリー僕いいですか。けど大橋くんのことを尊敬しててジョー君と話してる時に大橋くんが気づいたらお前覚えとけよ。言うバズりもう覚えとけよバカにするからな。ようバカにするから。今日やりますか。じゃれ合いで大橋君と肩パンするんですけど異常なことする僕ら結構するんですけど絶対勝てないですね。ガチ強いよね。はいけどめっちゃ出てくるよけど何回もあるわけじゃないですよ。1回が強すぎて大橋君の M ステで泣いた時のワイプずっといじってるやん顔やばいって泣いてんねんか。もう急いで書いてるから。でもこれファンの人も気づいてんのYouTube とかで特にみんなめっちゃ笑ってるねん、キャッキャーって笑ってるけど、一人だけ壊れたおもちゃみたいな表情してる時あるそう口笑ってんだけど全然笑ってんねん仕事中寝てて目が覚めるとマジ？はい音楽番組のリハで落ちサビの歌詞間違えがちああせやな。そうや海ラブとか。ハッピーサブもそうやな。はい理系押しがち。あー確かにせやな。インスタのストーリーにこういうスタンプ使いがちイエーイアヒルがそうピースしてるやつだ。イエーイピースしてるやつ。じゃあ出揃いましたさあ、答えからベストハスあるあるはい。せやな。最近で言うとやっぱ笑うと目が細くなることに悩んでいるからあーそうそれをみんなに教えてもらったっていうありがたいことやからこれかな。なるほどということでベストハスあるあるは笑うと目が細くなることに悩んでいるでしたということで、改めまして明日7月12日に僕たちのセカンドアルバム「ポップモール」が発売となります。皆さんぜひね今回出たあるあるを思い出しながら聴いていただければ幸いでございます。ぜひともよろしくお願いいたしますということで以上なにわ男子でしたチャンネル登録よろしくグッドボタンもよろしくポップモールもよろしく